日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。突然ですが、もし魚何々食べたい、このような問題があったとしたら、あなたはおが正しいと思いますか？それともがを入れますか？今日は私が視聴者さんたちからたびたび質問された名詞を動詞たいと名詞が何々たい、この2つはどちらでもいいのか、それとも何か違いがあるのかについて一緒に考えます。もしあなたが日本語初級の学習者で何々たいを習ったばかりなら、おなのかがなのかなどはあまり気にしないでください。今の時点では基本的にはどちらでもいいと覚えておけば大丈夫です。でも中級以上のレベルになって日本人がどうやらこの「お」と「が」を無意識に使い分けているらしいということに気づいたあなた、ぜひこの動画を見てその心の中のモヤモヤを晴らしてください。実際「お」と「が」のどちらかしか使えない場合っていうのもいくつかあるんです。特に今の日本語レベルが中級以上の方は今日の動画を見ると「お」と「が」の間違った使い方を避けることができるようになって、日本語のコミュニケーションがもっと自然になりますよ。まず一部の日本人は食べるは動詞だからおを使うのが正しくてがを使うのは間違いだと考えているようなんです。実際私のチャンネルにも多分日本人と思われる方たちからそのようなコメントがいくつか届いているんです。でも実はこの食べるっていう動詞の後ろにたいが続いた時点で、これはもう普通の動詞とは少し違うものに変化しているんです。食べたいっていう言葉は食べるっていう動詞にたいという助動詞がついたもので、何々が欲しいと同じように願望を表す言葉です。活用の仕方も欲しいなどのこの形容詞と似ていて、何々したくないとか何々したかったなど、いわゆるいい形容詞と同じような活用をします。このようにがを使っても文法的には何の問題もありません。大抵の初級の教科書にはこのようにおでもがでも使えますよっていう説明がされています。ですから例えば魚を食べたいと言ってもいいし、魚が食べたいと言っても大丈夫です。この2つには大きな違いはありません。では次のような場合はどうでしょうか。肉じゃなくて魚何々食べたい。この文の場合、前半と後半のどちらの方がポイントかっていうと、前半の魚という対象により重点が置かれています。そういう場合はがを使ってその対象を強調することが多いので、魚が食べたいという場合が多いんです。もちろん魚を食べたいと言っても全然間違いではありません。でも以前のこの動画でもお話ししましたが、大抵がっていう助詞はそのすぐ前の単語がポイントになっていることが多いので、おそらく今のような場合はがを使う人の方が多いと思います。では次のような場合はどうでしょうか。ベートーベンの運命何々聞きたい。これも聞きたい対象がすごく具体的に指定されています。あの音楽家のあの曲と特定されていますので、がを使うのが自然なんです。がを使うと
がのすぐ前のその対象物を特に強調できるので、この文のようにその特定の曲の話をしているならがを使った方がやっぱりしっくりきますね。逆に音楽なら何でもいいっていう場合はどうでしょうか。そういう場合は音楽が聴きたいと言ってもいいですし、音楽を聴きたいという言い方もよく使われます。つまりどちらでもいいっていうことですね。では次のような文はどうでしょうか。魚何々釣りたいわけではなくて、魚何々食べたいんです。この文では魚っていう対象よりも釣るとか食べるという動作そのものにより重点が置かれていますね。こんな場合は「を」を使うケースが多いんです。ですから魚を釣りたいわけじゃなくて魚を食べたいんですという人が多いはずです。もちろんがを使っても全然間違いではありませんが、やはり一定数の人はおを使うと思います。多分おの方がよりしっくりくるからですね。ではこんな場合はどうでしょうか。経営学何々もっとしっかり勉強したい。これは実はおしか使えないんです。経営学をもっとしっかり勉強したいになります。どうしてだと思いますか？それはおと動詞の間に他の要素が挟まれているからなんです。もしもっとしっかりっていう言葉が入っていなかったら、経営学を勉強したいでも経営学が勉強したいでも大丈夫なんですけど、動詞のすぐ前に別の要素もっとしっかりが挟まれている場合は「お」しか使えないっていうことを覚えておいてください。では次のような文はどうですか。今晩は夕食何々家族と食べたい。これも「お」が正解です。「お」と「食べたい」の間に家族とっていう言葉が挟まれていますので、夕食が家族と食べたいは間違いです。夕食を家族と食べたいが正しいですね。もちろんこの文章の語順をちょっと変えて、今晩は家族と夕食何々食べたいという文に変えた場合、夕食を食べたいでも夕食が食べたいでも両方大丈夫になります。では次のような場合はどうでしょうか。彼女何々喜ばせたい。これは「お」を入れて彼女を喜ばせたいというのが正解です。逆に彼女が喜ばせたいは間違いなんです。どうしてだと思いますか。それは対象が彼女、つまり人間だからですね。こんな風に対象が物ではなくて人の場合「を」しか使えなくなるんです。じゃあこんな場合はどうですか。クラスメート何々アメリカに連れて行きたい。これもクラスメートっていうのは人のことですね。物じゃないですね。誰かに対してとか誰かのために何かをしてあげたいっていう文の場合、これは誰々を動詞体になります。がではありません。じゃあ次の問題はどうですか。アメリカの大学何々卒業したい。これは大学を卒業したいが正解です。大学がとは言えません。どうしてですか。この「を」は動作の対象の「を」ではなくて、実は起点を表す「を」なんです。こちらの動画でも説明していますけど、この「を」っていうのは対象を表すだけではなくて起点を表すこともあります。例えば家を出るとかグループを抜けるなどの使い方がそうですね。このような使い方の場合は「を」しか使えませんので注意してください。ではこのような文はどうですか。いつか空
何々飛びたい。これもおしか使いません。なぜかというと、このおも動作の対象ではなくて、通過点を表す別のおだからですね。ですから、空を飛びたいが正解で、空が飛びたいは不自然なんですね。もしかすると口語でそのように言う分にはそれほど変ではないかもしれませんが、文章として書く場合はやっぱり空を飛びたいのようにおを使った方がいいですね。このように通過点を表すおは、例えば公園を散歩するとか橋を渡るなどのおがそうですね。覚えておいてください。じゃあおかがかどちらかしか使えない最後の点としては次のような場合があります。いつかあの魚何々食べてみたい。これはあの魚を食べてみたいが正解です。あの魚が食べてみたいというのはカジュアルな口語ではいいかもしれませんけど、書き言葉ならおにした方がいいです。どうしてだと思いますか？後ろの部分が食べたいだけではなくて食べてみたい、つまり動詞てみるにプラスたいがついているので、他の文法と複合して使われているからなんですね。同じように次の文もどうなると思いますか？これからも英語の勉強何々続けていきたい。これも勉強を続けていきたいが正しいです。勉強が続けていきたいは不自然ですね。なぜかというと、この文も動詞ていきたいのように他の文法がプラスされているからですね。このようにただ何かをしたいっていうだけではなくて、何々をしていきたいとか何々を伝えておきたいなど、他の文法と複合して使われている場合はおしか使えないっていうことを覚えておいてください。はい、わかりましたか？他にも教科書には載っていないけれど日本人が無意識に使い分けている大切な点について動画でシェアしています。見逃したくない方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。